Hey yo guys, name's Wolfen Heiger and welcome back to the Wolfen. We're gonna be continuing on with some Duel Saber Justice. Just had some audio issues just before. Hopefully it works out now. We barely managed to escape with our lives, but we did get back to the capital. As soon as I stepped to the principal, she slaps me. どうして命令に逆らったの？どうしてって。幸い無事に済んだからよかったものの、一歩間違えば救世主候補生が全滅していたのかもしれないのですよ。先生、それは私の責任です。私が敵を食い止めようと言い出しまして。ベリオットロープ、あなたが？はい。委員長であるあなたが仲間に命令違反をそそのかすなんて、一体何を考えているの？すいません。命令違反に対しては厳しく処罰をすると言いましたよね。はい、覚悟しています。待った、学園長。俺は委員長が言い出さなくてもきっと同じ選択をしていたよ。大河君？だいたい俺たちは救世主候補生なんだろ。そのヒーローヒロインたちが真っ先に引き下がってどうするんだよ。ちょっとお兄ちゃんってば。ちょっとバカタイガー、あんたお母様に向かって何を口答えしているのよ。Me and Lily tug on my arms from both sides. But I'm not going to stand here and take this, even if it pisses the principal off. 第一、俺たちが真っ先に撤退したなんて噂が広まったら、もう誰も救世主のことなんか信じてくれなくなるんじゃないか。まあ、一理あるわね。Surprisingly, she doesn't get mad. She lets out a big sigh instead. 王国内にはあなたたちの能力を疑問視する者も多かった。それがこのところの活躍で、ようやく賢人会議もあなたたちの実力を認めてくれるようになってくれた。今までは俺たちのことを信用していなかったのかよ。人が命がけで戦っているのにさ。そんなにヒーローになりたいの？大河君。She smiles eagerly, sending a shiver down my spine. そりゃ、なりたくないって言えば嘘になるよ。でなきゃ、戦っている張り合いがないからな。正直ね。だったら、あなたにヒーローらしい活躍をさせてあげましょうか。学園長先生、ヒーローらしい活躍って？ Instead of answering, she waves her arm through the air. A 3D map appears on the floor between us and her, with white and red flags all over the place. これを見てちょうだい。これは現時点での敵味方の布陣よ。よくわからんでござるが、白い旗に赤い旗がすっかり取り囲まれているでござるな。赤い旗が王国軍、白い旗が破滅ね。多分。今回の襲撃で我が軍はほぼ半数の兵士を失ったわ。今や敵は王都を完全に包囲して甲状戦の準備に取り掛かっています。このままでは数日以内に攻勢が始まる。甲状戦になれば一般市民が巻き添えになってしまうことを避けられないわ。しかし王都にはバリアが張られているんですよね。バリアを永遠に展開し続けているわけにはいかないわ。それにバリアがなくなれば、おそらく圧倒的な敵に対して城壁を守り抜くことはできなくなる。When she says that, Mia's hand suddenly shoots up. はい、質問があります。はい、何でしょう、ミアさん。今回の戦いで敵もそれなりに損害を受けたんですよね。ええ、敵の損害が我が方を上回っているのは確実ね。こ
甲状腺を行うには5倍から7倍の兵力差が必要。確か授業で習った気がするんですけど。そうね。本来なら先の海戦で敵の王と侵攻を断念させることができたはず。私、本来ならって何か起きたのですか？敵の援軍は今なお途切れることなく前線に集結している。この分では数日中に敵の兵力は我が方の10倍に達するはずよ。援軍？一体どこからそんな大量の増援が送られてくるってんだ？まさか無限召喚人ですか？ええ、そうよ。敵陣後方に無限召喚人の存在が確認されたわ。嘘。本当ですか？お母様。The principal nods grimly. Lily turns pale. The three of us non-majors, me, Mia, and Kaide, all look at each other in confusion. なんだよ、そのジュゲムうんちゃらって。無限召喚人、周囲の地脈を吸い取りながら異界から破滅のモンスターを永遠に召喚し続ける召喚人です。そんな魔術を行使すればいずれ地の勢力が尽き果てて周囲は不毛の荒野に。ええ、召喚人の張られた土地は今後数百年は荒れ果てた荒野と化すでしょうね。それってどうしてなんですか？ある種の強力な魔法はその土地のマナー、その土地の生命力を食い尽くしてしまうのです。虫や草花から始まって動物や樹木も死滅して、最後には草一本も生えていない不毛の荒野と化してしまうわ。そんなひどい。分かったでしょ？破滅が目指しているのは王国の占拠じゃない。後に草一本残さない完全な大破壊よ。A heavy silence hangs in the room. どうしたんですの？さっきから難しい話ばっかで、もうナナシには訳がわかんないですの。And then there's one of us who's getting worked up and can't understand the situation at all. それでその無限召喚人とやらを破壊してこいってわけだな。ええ、今回の任務は敵陣に潜入して魔法陣を破壊、異世界から召喚される敵の増援を阻止します。しかし王都の周囲は敵に包囲されています。どうやって潜入なんかするんですか？一瞬だけ王都のバリアを解除し、その隙にリコさんの魔法で敵陣付近まで送り込みます。では今回私は参戦できないわけですね。まあそりゃ仕方がないだろう。心配するな。リコの抜けた穴ぐらい俺がカバーしてやるって。今回の任務は大河君一人に任せます。できますね、大河君。おう、任せておけって。俺一人なんですか？ She nods without a smile on her face. 確認していいですか？ええ。俺の任務はうじゃうじゃと城壁を取り巻いてる敵を一人で突破して、さらに敵陣に乗り込み、その無限召喚人とやらを一人でぶっ壊せって、そりゃもう楽勝で死ねる任務なわけですね。This is beyond a bad joke. This isn't a laughing matter at all. 大丈夫。あなたならやってくれると信じているわ。そりゃどうもって、俺はそんなに自分が信じられねえ。She really is serious. And as I'm fumbling for anything to say, everybody else being making their own noise. そんないくらなんでも無茶です。
どうしてですか？なんでお兄ちゃんだけにそんな危険な任務を？そうでござる。命令違反の罰にしてはちと厳しすぎるでござらぬか？勘違いしないで。別に処罰のためにこんな任務を与えたりはしないわ。この任務には失敗が許されないの。大河君の能力を信じているからこそ困難な任務を与えているの。しかし、ではどうして大河君一人に？そうです、お母様。そんな重要な任務ならなおさらこんな間抜け一人には任せておけません。師匠が行くなら拙者も行くでござる。止めても無駄でござるよ。落ち着いてみんな。この任務は人数を送り込んでも仕方がないのよ。いいえ、むしろ少人数の方が成功が見込めるの。潜入中敵に見つかった時点で任務は失敗したも同じだわ。ついでに言えば失敗した時の損失は少ない方がいいってわけだな。そうね。今は王都の防衛のために一人でも多くの戦士が必要ですから。ひどすぎます。それじゃまるでお兄ちゃんが必要じゃないみたいじゃないですか。まさか私は大河君を信頼しているからこそ命令しているのよ。The principal looks at me seriously. Does she really believe that I can accomplish such an impossible mission? Mia's staring at me too, but she clearly doesn't have the same faith. She is about to burst out in tears. だったら私も行く。お兄ちゃんを一人で行かせるなんて。バカ、お前は何があっても留守番決定だ。でもお兄ちゃん。質問。俺が失敗したらどうするんだ？もし大河君が失敗すればまた他の誰かを送り込むことになる。今度はもっと過酷な状況でね。言いたいところをついてくるな。Yeah, now that I have a choice to think it over, is making the right call. If we all just charge into the enemy camp, the entire group of saber cannons would be massacred. If it were up to me who to send alone on a dangerous mission, the decision is obvious. Basically, I've gotta go. 仕方がないな。だったら The moment I try to answer, I get pushed aside. 大河君の代わりに私が行ってはいけないでしょうか。おい、ベリオ。ベリオさん、あなたが？ The principal is clearly surprised by Berio's bold request. But Berio doesn't back down. She looks right in the eyes and keeps speaking confidently. はい。この任務は大河君より私が適任だと思います。第一、前衛の中核でもある彼が抜けてはパーティーの戦闘力に影響が出ます。おい、ベリオ、ちょっと待っ。そうよ。ちょっと待ちなさいよ。This time, Lily pushes me out of the way and begins snapping at Berio. ちょっと、ベリオが一番適任ってどうしてそんなことが言えるのよ。リリーの攻撃魔法、リコの召喚魔術はパーティーの重要な戦力です。もし何かあった場合、代わりになれる人がいません。それを言ったら治癒魔術はベリオの18番じゃない。あんたみんなが傷だらけになってもほっとくつもり？治癒魔術ならリリーも習得を始めたのよね。リリーならきっとすぐに私の能力を追い越します。うん、確かにそうかもしれないけど、この任務にミヤさんやナナちゃんは荷が重いでしょ。となれば私がこの任務を引き受けるのが一番だと思います。She talks back to Lily
with unusual force before turning back to the principal. お願いします、学園長。どうかこの任務私にやらせてくださいませんか。しかし。おいベリオ、ちょっと待って。そう、待つでござる。この手の任務は忍びが一番でござる。師匠の代わりには拙者が。Well, Kaede, take Lily's place in the war. 楓さんはダメです。私は攻撃魔法も治癒魔法もほどほど使えますが、楓さんは魔術が大の苦手じゃありませんか。そういうベリオ殿こそ、お主は剣術も体術もからっきしではござらぬか。単身行動など無茶でござる。おい、な、だからこの任務は俺が。そういう楓さんは血を見ると失神しちゃうじゃありませんか。そんな人にこんな任務は無茶です。それはすでに克服したでござる。お主こそ僧侶のくせに亡者に襲われ失神したそうではござらぬか。おーい、さ、ちょっと聞け。あれはたまたま。とにかく私がこの任務を引き受けます。楓さんはオートで待機していてください。嫌でござる。旧友をみすみす失敗する任務に行かせるなどできないでござる。私の実力を見くびってらっしゃるようですね。神から授かった加護の力、その身で確かめて差し上げましょうか。ベリオ殿こそ忍びの極意を理解してござらぬ。我が流派秘伝の極意、その身に味合わせて信ぜようか。ベリオさん、楓さん、ちょっと冷静に。わあ、今日のベリオちゃんとっても強気なんですの。楓さん、行きますよ。うん、こちらこそ。うるせえ！静かにしねえと揉むぞこら！とか言いながらすでに揉みまくってるし。タイガくん、いきなり何を。お前らが人の話を聞かねえからだ。しかし師匠。こら、委員長、忍者娘。お前ら何をそんなにムキになってるんだよ。私は別にムキになんて。拙者も別にムキになっているわけでは。だいたいお前ら、人の見せ場を取るんじゃない。学園長の言う通り、この任務は俺が一番適任だ。学園長、その任務は俺が引き受けた。ええ、あなたならそう言ってくれると信じていたわ。She looks relieved, but Miria slumps. Still, I didn't think she'd get this worked up by it. Ever since we met that guy, Miria's been acting strangely. Just who is he? Damn it, I can't get him out of my mind either. I think the reason Burial wants to go on this dangerous mission has to be related to him. で、学園長、一つだけ無理を言ってもいいっすか？ええ、なんでしょう。ほら、俺魔術とか魔法とか全然ダメだし、よかったらもう一人だけ仲間を連れて行きたいんだ。一人だけって、まさか。タイガくん？そこまで意地になるからには何か理由があるんだろ？一緒に行こうぜ、ベリオ。本当にいいんですか？ああ、学園長がいいって言えばの話だけど。いいでしょう。許可します、ベリオさん。ありがとうございます、学園長、タイガくん。ありがとうって別にお礼を言われるようなことじゃないし、
むしろ俺を言うのは俺の方で。Mary is so emotional right now that her eyes are tearing up. It's getting a little awkward for me too. ベリオさん、タイガ君、今回の任務はあなたたち2人に任せます。出発は今夜9時。いいですね。わーい、ダーリー、お出かけするですか？ナナシも一緒に行くですあのな、お前、今までの話を全然聞いていなかっただろ。師匠。すまん、カエデ。俺に何かあったら、全営を任せられるのはお前だけなんだ。悪いけど、ここに残ってくれ。仕方がないでござるな。の。まったくもう、みんな何を考えているのやら、さっぱりだわ。話はこれでおしまいです。みんな下がって結構ですから。へいへい。さ、これでやっと飯にありつけるってわけか。納得できないわ。仕方ないでござるよ。ここは師匠に。ごめんなさい、あなたたち。本当にごめんなさい。Chapter 11 Endless War. ふぅ、食った食った。After I ate my fill, I came back to my room and am now collapsed on my bed, completely satisfied. And as soon as I'm on my back, all my fatigue and drowsiness catch up. ああ。今のうちに寝ておくか。We're going to be heading out right as night falls. I should nap until then. I pull the blanket over my head and close my eyes. 眠れない。I'm exhausted, but my brain's not shutting off. It's like I'm just dozing with my eyes open, watching the same scene over and over again. 参ったな、こりゃ。I toss off the blanket and get up. Looking out the window, I can see the enemy troops off in the distance surrounding the capital. 見晴らし最低。In a few hours, I'm going to be heading right into the heart of the enemy with just one other person. Thinking that makes me tremble. I can't stop the fear from rising up in my throat. そりゃそうだよな。やっぱり死んじゃうかもしれないもんな。そりゃ怖いよ。I haven't been fighting long, but I've gotten used to it. However, I've always fought with friends at my side. This mission's just 2 people, and we're in a impossible scenario of breaking through thousands of troops to do it. Having people with you is important. Well, obviously it is, but I've now realized just how important that is for living. It's a strange thing to think about. Even those 3 shoplifting brats who were the cause of all this knew that. なかなか。It reminds me, eating before I came back here to nap was like a wake. Mia looked like she was going to burst into tears any second, and didn't even touch her food. It really was like my last meal with everybody. なんて俺のバカ。なんて縁起でもないことを。Crap. Thinking just makes me feel worse. I was getting caught in the spiral of depression without even realizing it. The spiral of depression. At times like these,
it's best to laugh. Silly quips are the best way to break the tension. Stupid joke. Ah, stupid joke. A stupid joke. 入ってまーす。 Wow, what a boring answer me. No reaction from the knocker after that either. Guess I was worse than I thought. 入ってこいよ。ミヤだろ。私です。ベリオです。ベリオだって。I jump up to the door in confusion and welcome Burial Win. ごめんなさい。いきなり部屋に押しかけたりして。うん。そりゃ構わないけど、出撃前に寝なくて大丈夫なのか。ええ、本当は休んでおかなくちゃいけないんでしょうけど。緊張して眠れないとか。ええ、まあ。Burial casually glances out the window. And she freezes with her mouth open. I'm sure she's looking at the enemies surrounding the capital. 見えちゃうんですね。ここの部屋の高さからだと。委員長ご推薦のとっておきの部屋だからな。仕方がないよ。ごめんなさい。あの時はつい。She grimaces in regret and squirms uncomfortably. まあ、嫌味を言うつもりじゃなくて。いや、ベリオの言ったように確かに見晴らしは最高だし。Usually it is. Right now, it's the worst. ごめんなさい。本当に。She keeps apologizing. She seems like she's been stuck in a spiral of depression too. I should change the topic. しかしまあ、まさかベリオが来てくれるとは思ってなかったよ。はい。大河君にお願いがありまして。ね、俺にお願いだって？ええ。つまり。Burial fumbles for what to say and looks up at the ceiling. She tried to give me an invitation? なんだよ。ですから、As she keeps trying to find her words, her cheeks turn bright pink. She's definitely trying to ask me, and I've already got my answer already. 本当に大した用事でもないんですけど。わかった。いいぞ、ベリオ。え？わかってる。何も言うな、ベリオ。大河君？出撃前に緊張して眠れないんだろ？安心しろ。緊張を解きほぐしてやるからさ。I put my hands on her shoulder and gently push her down towards my bed. 一体何をって、決まってるだろう。ベリオもそのために来てくれたんだろう？違います。だからちょっと話を聞いてください。それにしても自分から来てくれるなんて、俺に指導された成果が出てるみたいだな。だから違いますって。もうユーフォニ普通召喚機で殴るか？一瞬目玉が顔から飛び出たぞ。ア。話を聞いてくれないからです。まったくもごめん。ベリオが来てくれるなんて意外すぎて、つい嬉しくて。ですね、大河君。Burial lets out a loud howl, then scowls and looks right at me. 大河君、そこを動かないでください。はい？ Just what she's going to do.
She looks real nervous right now. So much so that she makes me nervous too. She quietly clears her throat and steps towards me. Vera puts her hand on my shoulders and sits me down on my bed. And then she sits down next to me and rests her head on my shoulder. ベリオ。ごめんなさい。少しの間、こうしていてもいいですか？ She puts her cheek down on my chest and mutters quietly. Right now, the softness and warmth of her body is soaking into me. もちろんいいけどさ。I put my arm around her. When I touch her shoulder, I can feel her entire body trembling. タイガ君、 She lets me pull her closer. I hug her tight, trying to stop her from shaking. やっぱりベリオも怖いんだな。当たり前です。怖くないわけがありません。 She answers meekly, with our bodies still pressed together. I wasn't the only one suffering. Barry is afraid of this dangerous mission too. 変なやつ。そんなに怖いのなら危険な任務を買って出なければいいのにさ。そうはいきません。タイガ君一人を危険な任務になんか行かせられません。そりゃ嬉しいけど、本当は何か他に理由があるんじゃないのか。She stiffens slightly for a moment. I hug her against me again and try to calm her down. 信じてください、タイガ君。私にとって一番大事なことはアバターを守ること、そしてタイガ君を助けること。いや、疑ってなんかいないけどさ。でもベリオはどうしてそこまでしてアバターを守りたいんだ？ベリオも故郷は別の世界なんだろ？だからです。私、アバターに恩返しをしたいんです。恩返しって？私の生い立ちをあの子、ブラックパピオンから聞いていますよね。一応だけど。I nodded. Barry continues with a distant look. 私は人の犠牲のおかげで裕福な幼年時代を送ってきました。修道院に入ってからも人の施しを受けてばかり。私、ずっと自分の存在が疎ましかったです。修道院に入り、神に好みを捧げても罪悪感は一向に晴れませんでした。そうか。I don't have any good response to such a heavy story. Yeah, Teflon's the one who told me about her past. This may be the first time Barry has ever talked about it with anybody. だからアバターに召喚され、救世主候補に選ばれた時は本当に嬉しかったんです。これでやっと罪滅ぼしができる。こんな私にも神様が贖罪のチャンスを与えてくれたって。 What am I supposed to say? Normally I'd interrupt her with a silly joke and try to make her laugh, but seeing how much pain she's in, I can't even bring myself to say anything, let alone some stupid joke. Ariel smiles slightly, maybe noticing that I don't know how to respond to her. 私、だからこのアバターという世界が大好きなんです。なあ、悪くないね。居心地もいいし、多少危険だけど退屈しないな。結構充実しているよ。
私にとってもアバターに来てからの毎日は本当に楽しい日々でした。本当に学園での生活は楽しかった。過去形で話すなよ。本当に楽しい生活は戦争が終わってから始まるに違いないさ。I've always thought Beria's devotion was one of her strengths, but she needs to be freer. I fought back against her and tried to teach her why she's wrong. However, she wouldn't be this serious if there wasn't a reason for it. I lost my parents too, and I don't mean to belittle her, but I went through a similar thing. No, that's not right. I had Mia. Beria was by herself. It must have been much more painful, and that's why she developed her split personality. I feel really bad for her. She was hurting for a long time, so much that she couldn't care. She couldn't take it. だから、この世界を守るために、私にできることがあるなら何でもしたい。それが私にできるせめてもの恩返し。恩返しなら十分にやってるじゃないか。多分俺たちのチームで一番アバターのことを思っているのはベリオさ。でも私はもっと一人でも多くの人を守りたいんです。たとえ I can't stand seeing her hurt like this anymore. I reach out and gently stroke her hair. だからその犠牲っつうのはやめろって言っただろ。ベリオを犠牲になんか俺がさせないってさ。そうでしたね。ごめんなさい、タイガくん。As I run my hand through her hair, the tension drains from her body. I'm relieved that she is relaxing too. It's curiously warm. I keep stroking her head. 私はタイガくんが羨ましい。タイガくんみたいに強くなりたいです。ベリオは十分に強いさ。俺なんかより全然強いよ。前も話したけど、俺はこの世を救うとか言われても未だピンとこないんだ。見ず知らずの連中を救うために命を懸けろなんて言われたってベリオみたいに納得できないしさ。ならどうしてタイガくんは戦っていられるんですか？ Beria looks at me from the side without blinking. I'm at a loss for words again. All I can do is say how I really feel. 前も話しただろ。俺はミアやベリオが死なないように守ってやりたいだけなんだよ。私を守る？ああ、俺にとっては仲間の命はアバターより重いんだ。こんなこと言ったらベリオに怒られちゃいそうだけどな。そうですね。でもちょっと嬉しいです。 On the other side of those big round glasses, Beria's eyes shimmer gladly. Looking at her happy makes me feel the same way. よし、正義の味方はベリオに任せた。ベリオは好きなだけアバターの正義を守ってやれ。その間、俺が約束通りにベリオのことを守ってやる。一緒に生きて帰ろうな、委員長。はい、タイガくん。She closes her eyes softly, like she's inviting me. My lips touch hers, my heart pounding in her ears. The soft touch, the sweet smell, my heart's pounding so hard it feels like it's going to burst. I've already gone all the way with her. Why is kissing her making my heart race so much? Oh, that must be it. I've never been with the normal Berio, the real, gentle, prim and proper girl. ごめんな、ベリオ。
っと優しくしてやればよかったよな。大河君は優しいですよ。でなければ私。 She starts to say something, but stops herself and she eats with a shy smile. I wish I could stay here looking at that smile forever. 出撃までまだ時間がある。ちょっとでも休んでおこうか。ええ、そうですね。 We both close our eyes, nestled in each other's arms. Feeling her with me calms my mind. All that anxiety I felt before is completely gone. 死ぬなよ、ベリオ。絶対に。死んだら、俺が守ってやれないんだからな。はい、守ってください、大河君。 I sink into sleep, thinking without noticing but her warmth. お兄ちゃん、起きてる？あ、ベリオ。ほら、肩を毛布に入れないと風邪ひいちゃうよ。おやすみ。今日だけは見逃してあげる。 I have a strange dream. In it, I was chasing after those shoplifting brats. They start banging on drums and yelling, interrupting my dream. I keep waking up from my dream and chasing after them. Even after I actually wake up, the noise of drum beats continue. うるせえな。朝から工事なんかしてんじゃねえっつうの。 I bury my head under the blanket to escape from the noise. ってアバターで工事なんかしてるわけがねえ。 I jump up in a panic, but besides the window, the room's pitch black. Where are the groaning sounds and drum beats coming from? お目覚めですね、大河君。 Maria's already up and fixing her clothes. なんだこの騒ぎは。 時の声。バリアの外で破滅の軍団が声を上げているみたいです。 I get up and look out the window next to her. The land's completely blank, but there's a pinpoint of torchlights all over the ground, like little fireflies and dreadful screams of monsters filling the air. 制作費何十億円の超スペクタクル映画って感じだな。私たち、あの向こうに行くのですね。 She stares out the window, turning pale. Anybody would be afraid looking at this. I hold her hand tight. そんなに心配するな、ベリオ。今までだってなんとかなったんだ。今度だってなんとかなる。 そうですね。私もそう信じます。 Barry returns my squeeze and smiles stiffly. 大河君、ありがとう。私、大河君に励まされてばかりですね。なに、ちゃんと後でお礼してもらうさ。借りは体で払ってくれればいいからな。はい。戻ってきたら、必ず。 Barry's the best. Did you really just say that? I caught the if we get back part, but あのさ。ええ、いいですよ。 a blush touches her cheeks, and she nods bashfully. She did say it. マジっすか、先生。本当にいいの？
大河君が望むのなら私を好きなように。好きなようにって、まさかあんなことやこんなことまで OK だったりするんですか？ええ、よくわかりませんけど、いいですよ。Berio turns beet red and answers nervously. Seeing her like this makes me strangely excited too. It really is weird. I've already had sex with her. Why is my heart pounding so hard? やっぱり愛かな。は？なんでもないよ。よし、出かけるか。準備はいいな、ベリオ。はい、大河君。We are so coming back alive. Rico and Dahlia are waiting for us in the courtyard. はい、準備はいいわね、二人とも。はい。俺も準備は OK だ。たっぷり休息も取ったしな。そう、感心感心。作戦前に疲れるようなことはしなかったみたいね。あのな。As usual, she's completely immune to tension. I glance over at Berio to see if she caught on to Dahlia's teasing, but there's just a blank look. 転送陣は？もうすぐ準備が終わります。Now that I look, there's some kind of magical circle drawn on the ground in a dark powder. 疑うわけじゃないけどさ、これで本当に大丈夫なのか？ええ、これで十分です。Rico answers flatly as she continues working on it. She looks like a little kid scribbling in the dirt. Is this really going to work? 大河君、安心して。リコちゃんは別に落書きして遊んでいるわけじゃないから。わかってますよ。This top-heavy airhead must have been thinking the exact same thing. ところで他の連中は？待って、お兄ちゃん。Speaking of the devil, when I turn around, I see Mia and the others running towards us. よかった、間に合ったでござるよ。みんな見送りに来てくれたんですね。当たり前よ。救世主クラスの筆頭として私には見送る義務がありますからね。お前ら。As I'm about to thank them, something falls nearby with a plop. なんだ今のは。Nanako's head, Nanako bends down and gently picks up whatever fell. 鳥さんですの。She holds it out in her hands. It tries to stretch its wings to fly, but it doesn't have enough energy. かなり弱っているみたいね。バリアによるマナ吸引で生命力を吸い取られてしまったのですね。マナ吸引は小動物や草花から先に影響を受けちゃうのよね。確かにバリアを張りっぱなしにはしておけないわけだな。I thought magic was green, but apparently the big spells don't play nice with the environment. And this perpetual gate must be really bad for Avatar. 転送の準備ができました。Riku finishes scribbling, whatever, and looks up from the magic circle. これからお二人を敵の前線後方無限召喚陣付近に位置するクランベリーの村に転送します。クランベリーの村？人里にいきなり送り込むのかよ。私も一度行ったことがあります。果物の名産地で豊かな果樹園が広がる美しい村です。なるほど。だったら身を隠すにはうってつけってわけだな。ええ、
もし村人が生き残っているなら、二人の任務に協力してくれると思うし。魔法陣が破壊されたら、王国軍もその混乱に乗じてバリアを解除、反撃する手はずになっているわ。もし破壊できなかったら、その時はバリアは解除されないってことよ。つまりは戻ってこれないってことかよ。She seems sorry she has to say it. Darrow and I glance at each other. ごめんね。私たちも心苦しいけど、仕方がないのよ。やっぱりこんな危険な任務を2人だけなんて無茶です。私も一緒に行きます。バカ、話を蒸し返すなよ。ミアはおとなしくここで待ってろ。でもお兄ちゃん。泣くやつがいるか。それじゃまるで俺たちが帰ってこられないみたいじゃないか。大丈夫、ミヤさん。私たちは絶対に戻ってきますから。そうよ。危なくなったら逃げて安全な場所に隠れてなさいよ。任務に失敗したって私たちがちゃんと後始末してあげるから。余計な心配すんな。それより俺たちが戻ってきた時に備えてちゃんと祝賀会の準備をしておけよ。それじゃあそろそろいいかしら。よし、じゃあちょっくら行ってくるからな。土産を期待して待ってろよ。それでは行ってきます、みんな。Rico nods as we step into the circle and begins casting her spell. マシア、シェリー、キベル、テフィラー。 The view in front of me twists and grows hazy. At the same time, Rico's voice fades further and further away. シェロー、カヤム、カドゥム、ベハイ。 When I can't hear her voice anymore, we have arrived at our destination right outside the enemy's camp. As soon as I think that, Rico's voice cuts off with a snap. I lose track of all 5 senses and the world fades away. The next moment, I appear again on unknown land. I lose my balance and fall over. ここは。 I look to the side. They're standing there confused. Rico's spell was supposed to send us somewhere safe, but 転送先はどっかの村だって聞いてたけど。 instead of a village, the only thing around us is desolated ground. ひょっとしてここが例の村なのか。果物の名産地にしては嫌に殺風景だけど。いいえ、そんなはずが。リコのやつ、送り先を間違えたのかな。 We look all around us in confusion. Rhoda suddenly grabs my sleeve. 違います、タイガ君。違うって。 When I look back at her, she staring down at her feet in horror. She's standing next to the wooden plank. Looking close, you can see some faint writing on it. I squint and read the words. ようこそクランベリーへだって。きっとここにはクランベリーの村があったのでしょう。そんなバカな。ここに村があったなんて。 I look all around us again. As my eyes get used to the darkness, I finally see what we're standing in the middle of. マジかよ、これ。 Stumps are dug up, root trampled, houses destroyed from top to bottom. It only looks like a wasteland at first glance. There's obviously used to be a village here,
but it's being completely obliterated. マジかよ。いくら戦争だからってここまでするかよ。戦争というより彼らの目的は破壊そのものなのです。 Her voice is trembling. This devastation must have shocked her even more than me. あのリリーがどうして破滅を怖がるのかが分かったような気がします。 An image of the capital and the school suddenly pops into my mind. If they'll make it into the capital, they'll suffer the same fate as this village. The school will be reduced to ruins. Just thinking about that makes determination swell up inside me. ベリオの言う通り、こんなことをする連中に負けるわけにはいかないな。ええ、そうですね。絶対にこの任務失敗は許されませんね。よし、行くぞベリオ。無限召喚人とやらの方向はわかるか？はい、こっちです。 Burial leads the way across the ravaged ground. Ooh, action time! We've been walking for about an hour. We just keep getting through the wasteland, not even seeing any signs of the enemy. 一体今どこら辺を歩いてるんだろうな。もうそろそろ敵の陣地のはずですが。それにしては敵らしい敵も見当たらないな。全員王と攻略に駆り出されているのか。そうかもしれませんね。あ、大学伏せて。 Very subtly tackles me to the ground with her soft fruit squishing against my back. どうしたベリオ。前方に敵です。 I follow her eyes and look into the edge of the darkness. There's the flicker of campfire, with figures moving nearby it. 敵なのか。敵だけじゃないみたいですね。 I focus harder, and the details begin to come a little clearer. There are men walking in a line, with monsters cracking whips on either side of them. 捕虜になった味方みたいだな。あの人たち、間違いありません。傭兵家の人たちです。なんだって。 Looking closer, the people who are walking are about the same age as us. I don't know many soldiers, but they've got to be people from our school. どうするベリオ。ここで下手に騒ぎを起こせば任務に支障が出るかもしれませんし。 Burial bites her lip and stares hard at the captives. She wants to help them, there's no doubt about it. ベリオ、近くに他の敵がいるかどうか魔法で確かめられないか。はい、確かめてみます。 She sounds a little confused, but closes her eyes and mutters a short spell. After a few seconds, she opens her eyes again and shakes her head. いません。少なくとも騒ぎを聞きつけられる距離には。 なら敵を一人も残さず瞬殺すれば任務に支障も出ないだろうな。え？本当は助けてやりたいんだろベリオ。それはそうですけど、しかしここで騒ぎを起こしては。見ちゃった以上は助けてやるしかないだろう。それにベリオ、約束を忘れたのか？約束ですか？ああ、ベリオは思う存分正義の味方をしてろ。俺が尻拭いをしてやるってさ。Burial looks at me in surprise. She makes up her mind immediately and nods. 敵を半分引き受ける自信はあるかベリオ。
俺がおとりになる。俺が敵を引きつけている間に捕虜を頼むぜ。はい、やってみます。いえ、やってみせます、タイガくん。よし、いい返事だ。行くぞ、レディオ。Okay, let's rock. God, it's been a bit of time since I played this. But it's still so easy. Look at these peons. I need some normal moves to see if we can bring up that meter. Whoa. Okay, it's go time. That's what I was saving that up for. Oh, wait. Not allowed to get behind me. Do not need to be pincered. Oh, something coming. Oh, what's that dude? Lightning Mage. Blocked it. Take care of this guy. Oi! Dudes. See ya! Oi. Okay, just one on one. Give me a headbutt. Whoa, and a spear. Not enough for a big one. Hey, experience. 大丈夫ですか、皆さん。 While I was drawing their attention, Barrier frees the captives. ありがとう。おかげで助かったぜ。いいから早く逃げろ。急いで。オートはあっちの方向だ。The soldiers begin fleeing like I said. What's more, the capital is in the opposite direction from the gate. This could turn out to be a good distraction. みんな無事にオートまでたどり着ければいいのですが。 He has no idea what I was thinking through the anxiously watching them go. Of course, I can't say that they be maybe a distraction. They definitely piss her off. I do feel a little bit like the villain, though. Look up into the night sky, kind of depressed about. タイガー、お前ってやつは。 At that moment, a muscly guy suddenly grabs me. セール、どうしてお前がここに。この前の戦いで敵の捕虜になってたんだよ。もうダメかと思ってたぜ。いいから泣くな。抱きつくな。鼻水を俺の服にこすりつけるんじゃねえ。セルビウム君、まさかあなたがここにいたなんて。
When he hears Birio, I finally freed from his grasp. いやー、しかしさすが我が親友。こんなところまで助けに来てくれるなんて感激だぜ。バカ野郎、わざわざお前のためにこんなところまで来るもんか。ってまあ無事でよかったよ、本当。で、だったらタイガたちはなんでこんなところにいるんだよ。お前らも敵に包囲されて逃げ遅れたのか？お前らと一緒にするな。俺たちは任務でわざわざこんなところまで潜入してきたんだよ。え？任務って？実は。Birio explains our mission to him. Cell nods in admiration. そうか。さすが救世主クラスだな。すげえ英雄っぽい任務を受けてるじゃんかよ。But the entire time his eyes keep darting around, looking for something. This guy is so transparent. ミヤならいないぞ。あいつは今回後方でお留守番だ。そっか。そりゃ残念なような、ほっとしたような。タイガくん、そろそろここを移動しないと。そうだな。そんなわけでセルよ、俺たちは行くから頑張って生き延びろよ。そうか。なあ、頑張ってくれ。無事にオートへ戻れたらお礼に秘蔵の幻影石をやるからさ。秘蔵の幻影石だって？なあ、とっておきの一品だ。ちょっと耳を貸してみろ。なにで、美人姉妹、しかもラブラブだって？ああ、しかも途中で美貌の女王様が登場して二人にエッチなお仕置きをだな。タイガくん。本当にそんな原石があるのか？セル、本当にそれを譲ってくれるのか？あるともよ。譲ってやるよ、我が友よ。ああ、持つべきものは親友だよな、セル。 Still, I embrace each other as comrades. And that's the exact moment Birio pinches my ear and pulls me away from him. タイガくん、もう行きますよ。言ってた。これはこの作戦絶対に生き延びねば。セル、お前も絶対に死ぬんじゃないぞ。もう頑張れよタイガー。絶対に死ぬんじゃないぞ。After seeing Cell off, Birio and I continue on our way to the Perpetual Gate again. Not long after that, we enter a forest thicket. ここはまだ森が残っているみたいだな。ええ、それでもやはり魔法陣の影響を受けているようですが。She's right. You can smell the rotting coming off the trees. If there was enough light, I bet the green would be faded too. まあ、枯れないでいてくれるだけでありがたいさ。森の中なら敵の目から隠れやすいだろうからな。そうですね。さあ、先を急ぎましょう。そうだな。とっとと任務を終わらせてみんなのところへ戻らないとな。Birio and I continue through the depths of the forest. しかし、敵から隠れやすいのはいいとして、俺たちも道に迷わなきゃいいんだけどな。前方から強い魔力の気配がします。おそらくそちらの方向に間違いないでしょう。気配ね。俺には何も感じないけどな。タイガ君は魔法に親しんでいませんから。でも神経を集中すればきっとわかるはずですよ。そんなものなのかな。I close my eyes and try to focus on the forest. ダメだ。やっぱりわからないよ。妙に落ち着かなくて気が散って仕方がないし。
れですよ、タイガくん。それが気配ですよ。 Now that she says it, I'm shocked to realize it. The way I'm having trouble does feel off, kind of like a buzzing in my brain. I can't relax either. There's a tightness in my chest that won't go away. 確かに嫌な雰囲気がするな。ええ、恐ろしいほどの魔力、生命力を吸い上げられる地脈の悲鳴、そんなものが混然一体となって感じられます。 I glance up at her and see a cold sweat running down her forehead. To someone like her who senses magic much easier, the feel of this place must be sickening. 大丈夫か、ベリオ。ええ、大丈夫です。でもこんな邪悪な魔法、早く止めてしまわないと。とにかく急ごう。We go further through the forest. The more we walk, the worse it gets. かなり気配が強くなってきたな。そろそろ召喚陣に着くんじゃないか。ええ、しかし変です。変って、変なのは召喚陣に近づいているからじゃないのか。そうじゃなくて、妙に順調すぎるような気がして。 Beria looks at me nervously. She's right. We haven't seen a single enemy despite being deep in their territory. Something about this doesn't add up. 考えすぎだよ。まあ順調すぎて拍子抜けって感じはするけどな。I shake off my nervousness and keep walking. Something enters my view. 危ない！ My arm moves quicker than I can think, and Traitor appears at the same time. The impact numbs my hand for a second, but it goes, flying off and crashes into a tree. I glance over and see that it's an axe. Someone just threw an axe at us. 敵か。もしかして、まさか。 Beria concentrates for a moment before she shouts. 邪悪なものの気配がします。とんでもない数の敵が至るところに待ち伏せています。 In response to her shout, dozens of monsters rush out from behind the trees. 待ち伏せ？どうして？そんな、俺たちが来るってバレていたのか。Beria and I get ready to fight, but they don't attack. Instead, a voice calls out from within the forest. 待っていたぞ、救世主候補生。この声は前の。遠くからはるばるご苦労。死に至る旅路、大義だったな。こいつ、敵のボスか。姿を見せろ！ I glance around us, looking for him. Beria also looks around warily for the man. I don't know if we can handle all of this with just the two of us. If it comes to it, I have to make sure at least Beria gets away. 最後のチャンスをやろう。武器を捨て、我が配下となることを誓うのなら、命は助けてやってもよい。こいつ、誰がてめえなんかに誓うかよ。出てこいよ。正々堂々と勝負しやがれ。そうです。私たちは決して降伏などしません。 Beria shouts back, but she has turned pale. The mockery in his response is plain. ほう、私と戦うのか、ベリオ。お前に慈悲を与えている。この私に武器を向けるのか？ When she hears him say that, Beria's eyes widen and she shakes. Even so, she steels herself and shouts defiantly. 私は任務を途中で放棄したりはしません。たとえ相手が誰であろうと。それが答えか、ベリオ。食材のために友の命まで犠牲にするのか。私は
網にかけても大河君を犠牲になんか。言うことは立派だな、罪の子よ。そうやってまた新たな犠牲を己のために生んでしまうのだな。私はそんな。 The trembling is stopping her from speaking. There's definitely some connection between him and her. I don't know what to do this, but it's obviously what to say. てめえ、さっきからペラペラとうるせえんだよ。いい加減に減らず口を閉じやがれ。君はベリオと私の関係を知っていてかばっているのかね。知らねえよ。そんなの知りたくもねえ。分かってるのはただ二つ。ベリオがてめえを嫌ってること。もう一つはベリオと俺は一連卓勝ってことだけだよ。このカス野郎。大河君。それが答えか。愚かな。 OK! 生け捕りにしろ。希望通りに二人並べて果てのないセメクを味合わせてやろう。 Oops. やるしかないか。Oh. Oh. 神よ。 Well, we'll bring her along. What it be? I don't know when I can actually change to the other characters. It must be like so late within the game or something like that. Wait, don't go that way. Enemies that way. Ah. I'm getting pincered, man. Whoa. Oh, maybe I should take on Pigman. What the? Whoops, I rolled right through him. I rolled the wrong button. Pigman must have died somewhere as well. Wow. Even the rocks come down on him. Hey, baby, I'll stick this. もうおしまいかよ。意外とやるな、お前たち。正直、ここまで戦えるとは思っていなかったぞ。こちとら救世主候補生が2人も揃っているんだ。お前らごときで生け捕りになんかできるもんか。減らず口も予想以上だな。さあ、獣たちよ、第二波攻撃を仕掛けるのだ。どうしたお前たち。私の命令が聞けないのか。化け物どもも死にたくないってさ。こいつらも俺たちに勝てないのが分かったらしいぜ。下等生物どもめ。仕方がない。聞け。生け捕りにした者には褒美としてあの女を抱かせてやろう。全員で一斉に襲えばお前たちにも勝ち目がある。て
てこと言いやがる。それにいくらこいつらが欲望の化身だからってそれぐらいじゃ。こいつらその気になってやがるし。殺さなければ何をしてもよい。さあ、お前たちの好きな人間の小娘だ。さあ行け。ベリオには指一本触れさせねえからな。 Let's go in. Hey, wait a minute. Can't change her out. お守りください。 Alright. Oh, should be using this because I got like so much to play with. 遅いぜ。だらよっと。てら。歩け。しら。ほら。ほら。 Oh, need the good one. Oh, I think Black Wolf has so much life in him. Running full of all these Kiwi dots. Let's rock again. Oh. Oh, that worked out pretty well. Oh, I'm looking the wrong way. Whoa. Oh, what are you looking, Tiger? タイガくん、大丈夫ですか？そろそろ体力の限界のようだな。だがまだまだ先は長いぞ。後からキリが出。タイガくん、このままでは。ここは私がおとりになりますから、タイガくんは逃げて。バカ野郎。ベリオこそ逃げろ。捕まったら何をされるか。タイガくんが死ぬぐらいなら私なんかどうなっても。では希望通り怪物どもの肉棒をたっぷりと味わうがいい。かかれ者ども。ちくしょう。こうなったら一匹でも多く地獄に送ってやるぜ。なんだ、何が起きたんだ。タイガくん、あれを。 Joe gives and points into the forest. The two naked girls standing there hugging each other, not to mention doing all kind of other unmentionable things. いいよ、お姉様。いけない子ね。もうこんなにベトベトにしちゃって。 Monsters begin rushing towards the girls that suddenly appear. And they weirdly disappear back into the forest, staying embraced the whole time. Monsters go scrambling off into the forest too, chasing after them.
子たち、どこかで見たことあるような。下等生物ども、戻ってこい。それは幻影だとわからないのか。 The Vision Stone of Cell. 幻影だって。まさかセルの幻影石。ご名答、助けに来たぜ相棒。セル、どうしてここに。やっぱお前らが気になってな。どうせオートは包囲されてて帰れないらしいし。セル君、ありがとう。話は後だ。さあ今のうちにずらかろうぜ。おう。We take advantage of the confusion and disappear into the forest in the opposite direction of the monsters. 逃げられたか。やはり下等生物には荷が重かったようだな。救世主の相手は我々破滅の将にしか務まらんか。After we escape, we take shelter behind a large rock and catch our breath. どうやら敵は追いかけては来ていないようですね。いやー、こんなにうまくいくとはな。相手が低能な発情モンスターで助かったぜ。しかし幻影石をウサギにくくりつけて離すなんてよくとっさに思いついたな。まあな、おかげでとっておきの幻影石が尊い犠牲になったけどな。ところでセル君、あの幻影石は一体。あははは、その偶然何かの表紙に映っただけで決して盗撮とかじゃ。場合が場合ですし、今回だけは不問にします。ありがとう、セル君。それほどでも。本当によく助けに来てくれたな、セル。ありがとう。おかげで助かったよ。言っただろう。どうせ一人じゃオートに帰れないし、それにお前を助けておけばミヤさんに感謝されるしな。やっぱりそうきたか。なあなあ、戻ったらちゃんとミヤさんに俺の活躍を報告してくれよ。俺がいなきゃ二人とも今頃どうなってたことやら。わかったわかった。お前の方こそ例の約束のブツを忘れるなよ。ああ、残念。あの幻影石はお前らを助けるために尊い犠牲となってしまったのだ。なに？じゃ、お前がおとりに使った幻影石が例のとっておきの一品だったのか。まあな。でも安心しろ。あれは言ってみりゃ前編に過ぎない。本当にすごいのは後半の石で。何？で、その後半は無事なんだろうな。もちろん寮に戻れば見せてやるよ。おお、我が心の友よ。ちょっとごめんなさい。あ、委員長。ちょっとあの辺りの様子を見てきます。Uriel literally walks away from us. どうしたのかな委員長。一人で行かせたら危ないんじゃねえか。なに、小便だろ。そんなに遠くに行かないさ。Looking at her back as she walks, she has this word suddenly come to mind. 君はベリオと私の関係を知っていてかばっているのかね。 I knew it. There's something between the two of them. I don't know what it is, but I can't avoid worrying about it now. すまん、セル。俺もしょんべんしてくれよ。俺もってツレションですか。まあな。いいか、お前はここで待ってろよ。ああ、わかった。I chase after Virio. A few moments later, I find her. タイガ君。Virio notices me and her face falls. よ、一人で離れちゃ危険だぞ。
すぐに戻るつもりでしたから。そうか。ならいいけど。And silence grows between us. さ、シェザルってやつ、ベリオのことを知っていたみたいだな。Muriel nods. そうか。やっぱりな。ごめんなさい。She bites her lip and stares at the ground. What's she hiding? It's not like I can just ask her when she is making a face like that. 実は。いいよ。言いたくないんだろ？ベリオとあの野郎に何か関係があるなんて気づいていたさ。ベリオには黙っていたい理由が何かあるんだろ？ごめんなさい、タイガくん。いいって謝るなよ。ベリオが言いたくないなら言わなくていい。俺も無理に聞き出そうとは思わない。でもそれでタイガくんは納得できるのですか？ She looks right at me. Will I really not ask her about it? I take a moment and think before I make my decision. できるさ。どんな関係があるのか知らないけど、ベリオはあいつに未練があるわけじゃないんだろ？もちろんです。できるならあの男は私が倒したいです。だったら俺も手伝うだけさ。心配するな。とどめはベリオに打たせてやるよ。ありがとう、タイガくん。She smiles in relief. Whatever happens between them, she was worried because she keeping it from me. Talk about a high, unkept girl. Just looking at her makes me feel bad for her. ありがとう。私、タイガくんに励まされてばかりですね。気にするな。気に入った女の子ぐらい責任持って面倒を見るさ。Muriel's smile takes on a blush, and she shyly squeezes my hand. 私、タイガくんに抱いてもらえて本当によかった。今になってそう思います。As she squeezes my hand with her soft, thin fingers, she whispers bashfully. Her hand's warm and a little sweaty. Her heart must be racing right now too. And her pounding heart is infecting me too. そう。俺もベリオがいてくれてよかった。って、そりゃ当たり前なんだけど。何も言わなくていいですよ、タイガくん。Rhoda squeezes my hand again and leans in close. She closes her eyes with her lips half open, waiting for a kiss. Her soft pink lips, a sweet smell. She wraps around all my senses. I lean towards her to feel the softness of her lips. おっと、取り込み中ごめん。セル、これはだな。Muriel and I both jump back, away from each other. いいっていいって。さすがだなタイガー。岡田委員長といつの間にかそんな関係になってるなんて。私たちは別に変な関係なんかじゃ。わかってる、わかってますよ。不純じゃない関係なんだろ。私たちとか言ってるし。うるせえ、余計なお世話だ。そんなことよりなんだ、騒がしい。ああ、そうそう。なあタイガー、ありゃなんだと思う？ Sal nods over his shoulder towards something in the distance behind him. あれってなんだよ。There's a hill behind him, but I don't see anything particularly strange about it. What's he talking about? But right as I'm about to ask, なんだありゃ。 there's suddenly a tiny light from behind the hill.
You'd easily miss it if you weren't looking, but there's definitely something glowing beyond it. まさかこれは Barrier crashes down and begins moving towards it. Stella and I hide ourselves too and follow after her. When she reaches the top of the hill, she lets out a surprised gasp. We crouch next to her and look down the hillside. There's an open space beneath us, surrounded by hills, and with bonfires burning in the middle. And there's a huge pattern drawn between the bonfires. I know that anywhere. It looks very similar to the summoning circle that Rico draws. これが例の無限召喚人ってやつか。いつの間にこんな近くに迫っていたなんて。特に強い気配も感じなかったぞ。ずっと悪しき気配の中にいたから感覚が鈍ってしまったのでしょう。悪臭の中にいると鼻が慣れちまうようなものか。We talk in whispers as we watch the perpetual gate. All around it are people wearing robes. Must be summoning wizards. Ground vibrates slightly as we watch the monsters appear one by one in the middle of it. こいつをぶっ壊せば任務完了。王国のピンチも救われるってわけだな。でもよ、どうやってあんな代物をぶっ潰すんだ？まさか地面を掘り起こすわけにはいかないし。無限召喚人をコントロールしている魔術師たちを倒せば術は不安定になるはずです。そこでとなればすることは一つだな。I summon Traitor into my sweaty hand and hold her tight. タイガ君、背中は私が守ります。I glance to the side. Berry already has her own Aether relic, Euphonia, in her hand. セル、お前はここで待っているか？ね、いいの？って言いたいところだけど、ここで尻込みしたらミヤさんに告げ口するつもりだろ？なあ、おひれ足ひれつけてアバターの歴史始まって以来の臆病者に仕立ててやるから安心しろ。汚ねえの！それでもお前救世主候補生かよ。ミヤさんには私からもセル君の活躍ぶりを伝えておきますよ。仕方がないな。お供しますよ、救世主候補のお二人さん。よし、行くぞ。いいな、ベリオ、セル。はい、タイガ君。よっしゃ、こうなったら仲間の敵討ちだ。行くぜ。Like Joe Higashi. We don't have Cell. お守りください。 Okay. Oh, we do. He's an NPC though. He's got a chainsaw. What are you doing, Cell? What are you jumping around? Barry is going all in. And bombs away this. Oh, get down. This girl is like wants to be a hero. Hill is taken back. God damn it, Cell. What is going on this side? Oh!
Golem. Oh, this Golem's gonna get it. Be behind. Ah! Oh. I hope this hits. Oh, he blocked it. There's still a mage on the back. Oh. Ah. I hope that magic shield protected us. I want to steal the last kill. これでおしまいか。ああ、全員倒せたみたいだぜ。さて、肝心の魔法陣を壊さないと。なんだこの音は。おそらくは魔法陣が制御を失い、魔力が不安定になっているんです。で、委員長、これから一体どうするんだよ。これからユーフォニアの力を借りて覇者の呪文を投射します。おそらく破壊と同時に封じ込めた魔力が暴走します。今から逃げる準備をしておいてください。おう、覚悟はできたからやっちゃってくれ。では行きます。エロイム、イル、アルワ、リート。天界に座する覇者の守護天使よ。御身の力を将来し。Rita's spell comes to a sudden stop, and she looks shocked. どうしたベリオ、一体。I have a sudden sinking feeling as I follow her eyes. 遅かったか。 When did he get so close? She has us standing barely a dozen feet away. まさか本当に3人で魔法陣の守備隊を破るとはな。救世主候補の力を少々甘く見すぎたようだ。なんだこいついつの間に。気をつけろセル。こいつは破滅の将の一人だ。 I brandished Traitor and charge at him. 愚かな。 He doesn't even move to fight. I bring Traitor down right through his body. The moment I hear her, something wraps around my foot. My legs pulled out from under me, and I go tumbling across the ground. I glance at my leg in panic. There's a green rope wrapped around my foot. What? なんだこりゃ。 Stealing lines. The rope wriggles like a snake and crawls up my leg. なんだこんなもの。 I put Traitor against it to cut off me. Cut it off me. But when I do, the rope scissors up Traitor and wraps around my hands. 君が悪い。セル、なんとかしてくれ。おうってこりゃ一体どうすりゃいいんだ。剣士という輩は常にこの手に引っかかる。剣を振るうことに夢中で足元が留守になりがちだ。 He has a glares with contempt at me and Sel. And then he calmly turns towards Burial. さて、やっと邪魔者がいなくなったな、ベリオ。 Burial holds up Euphonia defensively and nervously. However, Sheza doesn't react at all. He keeps walking towards her, his arms spread, completely defenseless. 逃げろベリオ。セル、俺はいいからベリオ。俺もそうしてやりてえけどロープが
俺まで絡まって。この間抜け、くそ、本当に役に立たねえやつ。They continue to struggle and thresh. Chisa keeps walking calmly towards the burial. Falls back, 20 steps at a time, struggling to stand her ground. 会いたかったぞ、ベリオ。こうして間近で話ができる機会を待ち望んでいた。私はあなたに会いたくなどなかった。それが実の兄に言う言葉か、ベリオトロープ。A tremble, like an electric shock, runs through her. 実の兄って、まさか、ベリオ。Beryl glances at me, and then what both Pepilon and she told me pops into mind. 奴は殺人快楽症よ。人様の何よりも大切な命を奪うことを無情の喜びとしているの。もちろんです。できるならあの男は私が倒したいです。I see. This guy's Bery's murderous brother. She wanted to defeat him herself. That's why she came on this dangerous mission. タイガー、ありゃ一体何がどうなっているんだ？いいから、口を動かす暇があったら、さっさとこのロープをなんとかしろ。なんとかって、一体どうすりゃいいんだよ。The rope's wrapped around my entire body, but it's still only got Cell's hands. And near his hands is the tip of Crater, still in my grasp. それ、トレイターにロープをこすりつけろ。なんとかロープを切断するんだ。Cell's clumsiness moves his bounded hands and starts rubbing it against Trader. 近寄らないで、シェザル兄さん。たとえ兄でも、今のあなたは敵ですから。武器を収めろ、ベリオ。育ててやった恩も、兄弟の情愛も忘れたのか。私はあなたに恩などありません。ましてや情愛など感じては。そう言うな。お前と過ごした日々は私にとっても美しい思い出だ。Shazza stops and reaches for his mask. He slowly takes it off, revealing a handsome face. A small smile appears on it as he looks at Berio. 父さんと3人で過ごした日々を忘れたか。お前は夜が怖くて、いつも寝る前に絵本を読んでくれとねだったものだ。聖なる祭日には一緒に部屋を飾り付け、一緒に銀紙を切って星を作り、部屋中に散りばめたことを覚えているか。お前の好物も覚えている。赤い果実のゼリーや柔らかな鶏肉のソテーが好きで、いつも嬉しそうに食べていたな。いや、もう言わないでください。 Berio holds Euphonia between them and shouts at him. Tears pour down her face. 確かに私もあの頃は幸せでした。しかしそれも昔の話です。あの頃の私はあなたの正体を知らなかったから。正体を知ったから私を殺して罪滅ぼしがしたいのか。バカ。お前が着たもの、食べたもの、めでたもの、すべては私たちが人から奪って与えたものだ。罪の糧で幸せに育ったお前には私を責める資格はない。それは好物だったあのゼリーの赤や柔らかなチキンの正体が本当は何だったか考えたことはあるのか。
Miria covers her mouth with her and turns completely white. てめえ、よくも今さら兄貴面ができるな。モンスターをけしかけて妹を襲わせようとしたくせによ。黙っていろ。私は妹だからこそ命だけは助けてやろうとしたのだ。多少の危険を冒してでも苦悩から救済してやりたくてな。救済？そうだ。お前の体には罪が染み込んでいる。神にすがりいかに人に施そうがお前の罪は救えない。救われる道はただ一つ。罪など忘れることだ。お前に流れる血は私と同じく破滅に近いのだからな。私が破滅に近い？そうとも。お前も心の底では分かっているはずだ。さあ。誰があなたになんか。She cries out and swings Euphonia at Shesa. 愚か者め。Right before it strikes him in the head, Shinza vanishes. 後ろだ、委員長。 Like a cut straight out of a movie, Shinza's suddenly right behind her. Berio desperately turns around and swings Euphonia again. But he doesn't miss that she is off balance and quickly kicks her leg out from under her. Berio falls to the ground and Shiza immediately stamps his foot down on top of her staff. ベリオ。本気で兄に武器を振り上げるとは少々お仕置きしてやらねばならないようだな。Fear appears on her face and Euphonia's disappears. Wait, Euphonia disappears? Why now? 待って、シェザル兄さん。私は。I knew it. That's not Berio. Why'd Pepperlin have to come out now? 怯えなくていい。殺しはしない。お前は愛しい妹だから。Did he not notice that she's changed? He pulls a dagger out from within his clothes. 待って、兄さん。Berio, I mean Pepperlin, looks up at him, but just lays there trembling. Unlike Berio, Pepperlin doesn't seem to want to fight. I've got to get Berio back. おい、正気に戻れ、ベリオ。っていうか、逃げろ、パピオン。正気って何を言ってるんだタイガー。パピオンがどうかしたのかよ。説明は後だ。くそ、まだロープは切れないのかよ。あと少しだ。ちょっと待ってろ。They keep glaring helplessly. Chisler licks his blade and gives her a blood-curdling smile. お前は本当に可愛い妹だ。愛しているぞ、ベリオ。He raises the dagger. ベリオ。話を聞いて、これはベリオが勝手に。Chisler swings, comes to a dead stop. ベリオ、お前。兄さん。私、ベリオじゃない。私は兄さんに逆らったりなんか。Pepperlin sobs. Chisler looks down at her in complete confusion. くそー。 Cell finally cuts through the ropes and his hands, and entire thing falls off dead. 逃げろ、委員長。 He gets free just before I do, grabs his sword and jumps towards Shiza. 貴様、邪魔をするな。Shiza's hands move in one quick flash and Cell freezes.
いて。 Cell falls to his knees, unwillable for his blood sprays out into the air. セル。余計なことを。Very caught in the spray of his blood and mutters like she's waking up from a dream. She rushes to him as he collapses. I finally get the ropes off me and point traitor at Sheza. 戦う前に友人を弔ってやったらどうかね。それぐらいの猶予を与えてやろう。 Sheza sneers at me and steps back. What is this guy thinking? I'm confused and pissed off, but I glance over at Cell. When I see him, I blanch and almost throw up. セル。 Blood's pouring out of his body, but despite how much of it's on the ground, it still keeps coming. What happens to a human body when they lose that much blood? I rush to his side. セル、しっかりしろ。 I pick him up in my arms, he's cold and trembling. ごめんなさい。セル君。ごめん。無事でよかったぜ、委員長。くそ、ベリオ、早く魔法で何とかしてやれ。ウィルにラッシュ。 She begins casting a spell through her tears, but Cell shakes his head and smiles feebly. いいよ、もう助からない。そうだろう、委員長。喋らないで。癒しの女神よ、御身の加護を奨励し。こうして見ると委員長ってすげえ可愛かったんだな。くそ、一度くらいデートに誘えばよかったよ。巧妙なる者に癒しの光を与えたまえ。どうして血が止まらない。まあ、こんな可愛い女の子が泣いてくれるなんて、そんなに悪くない終わり方だったよな。バカ野郎、お前ミアに俺を助けたって自慢したいんだろ。俺に秘蔵の原石をくれるんじゃなかったのかよ。ごめん、タイガー。ミヤさんにこれを。 He fumbles for something and then puts it in my hand. It's a small silver accessory for a girl. バカ野郎、こんなもの自分で渡さなきゃ意味がねえだろ。しっかりしやがれ、セル。ごめん、タイガー。ミヤさんに俺の最後を。 His eyes closes before he finishes. セル、 His entire body goes limp in my arms. He was talking a moment ago, but he's not moving anymore. セル君。Yuria sobs hysterically, and I know what happened to Cell's really gone. 起きろ、こいつ。お前が死んだらミアになんて言えばいいんだよ。ごめんなさい、セル君。 I gently laid him down on the ground, but tears rolled down my face despite my attempts to hold them in. But this isn't the time to cry. I clenched Traitor with all my strength. 弔いは終わったのかね。ほら、見るがいいベリオ。
お前のためにまた新たな命が犠牲になった。美しい情景だ。人は死ぬ時にその価値が露呈する。お前の友人の死に様はなかなか素晴らしいものだったぞ。てめえだけは絶対に許せねえ。許さない。私もあなたのことも絶対に許しません。 Dario and I turn towards him. さあ、来たまえ救世主候補生よ。それほどまでに悲しいのならすぐに友人の後を追わせてやろう。 Oh, it's go time. 神よ、お守りください。神よ、お守り。血の海に Wow, nice combo. 遅い遅い。 What the hell? この感触。私を地に這わすと。遅い。倍にして返すぜ。この私を地に這わすと。 Oh, I got him on the back. 地に這わすと。苦しいか。遅い。 Oh, which way is he? Oh shit! ただし、あの夜 He just freaking goddamn bayoneted me. この私を地に這わすと。苦しい。こんな力が。てめえ逃げるのか。ベリオ、お前は必ず私のところに戻ってくる。お前の罪を許容できるのはお前以上の罪人である私だけだから。 Iza turns around and quickly disappears. 待て、待ちやがれ。てめえだけは逃がさない。 I try to chase after him, but Beria grabs my shoulder and stops me. ダメ、タイガ君。今は魔法陣の破壊が先。だってベリオ、あいつは分かってる。分かってる。でも。 Tears fill her eyes. Her finger digs into my arm. I can literally feel how much she's hurting inside. I slap my own cheek to snap me back to reality. She's right. All we need to do right now is... よし。ベリオ、魔法陣を破壊しろ。はい。エロイム、イル、アルア、リート。天界に座する覇者の守護天使。オンムの力を昇来し、邪悪なる魔力を放逐せ。ディスペル、エビル。 When she finishes her spell, the entire magical circle burns brightly white. Blindingly white. The earth begins to tremble and crack, split the ground. 成功です。魔法陣が崩壊を始めました。しばらくすれば魔力の暴走が始まります。 As she says that, the roaring sound grows louder, and the ground begins to quake. The gate starts glowing eerily red and flickering in the air like a hot haze. I follow her eyes. She's sadly staring at Cell's body. First, I need to look at him, shake my head to snap out of those thoughts.
に残るとか言ったらマジでぶん殴ってやるからな。約束を破らせるな。セルだ。命をかけてベリオを助けてくれたんだぜ。はい、タイガ君。I hold out my hand to comfort her. We say our goodbyes and then run from the collapsing magical circle. 走れるか、ベリオ。We keep single-mindedly running through the roaring and earthquakes. A huge pillar of fire suddenly erupts from the circle not long after we got out of it. まさかこんなすごいことになるなんてな。 Every now and then, groups of monsters run nearby us. But they're running to escape that disaster. Even when they see us, they don't try to attack. タイガ君、あれを。 Look ahead and see a group of fleeing monsters. As I stare at them, every single one of them fades into nothing. モンスターが消えていく。ある種類のモンスターは異界からの魔力がないと具現化できません。召喚人が暴走して現世にとどまれなくなったのでしょう。そうか。じゃあ今頃はオートを包囲した敵軍も大混乱してるんだろうな。ええ、多分。 When she says that, it finally feels like we really completed our mission. The capital may be safe from the brink of disaster now. No, I'm sure it will be. If not, then self-sacrifice will be for nothing. And as I think deeply, an arrow comes flying right past my face. When I turn around, I see monsters with bows running towards us. とどまっていられる連中もそこそこ残っているみたいだな。逃げましょう、タイガ君。 Hiro and I begin running through the enemy lines again. How far do we run? We shake off the enemy, fight to catch our breath, and keep running again. How long have we been doing this? However far we've come, the capital is still far away. And now we're being chased by more enemies. We have to keep running through the pain. くそ、しつこい連中だな。タイガ君、あれを。 Hiro suddenly stops and stares ahead of us. There's a huge group charging towards us. Even in the distance, it's obvious that they're monsters of ruin. 挟み撃ちになっちまったな。おそらくオートを包囲していた部隊が異常に気づいて引き上げてきたのでしょうね。 And now they're coming here. If that group attacks us, we've got no chance of surviving. We look at each other in resignation. Strangely, I don't feel afraid. まあ、やるだけのことはやったもんな。まあ、これも運命さ。あちらではセルが一足先に待っていてくれてるしな。Her face darkens when I say his name. ごめんなさい、タイガ君。私があんなところであの子に意識を奪われなければ。あれはベリオが悪いんじゃないさ。セルだってベリオを恨んでなかったじゃないか。それに俺もセルを助けられなかったしな。 Back then, if I hadn't gotten caught in that stupid trap, none of that would have ever happened. Fury suddenly clutches my hand. 私、タイガ君に知り合えて本当に良かったです。ベリオ、私、最後まで戦います。セル君にかばってもらった命だから、絶対に最後まで諦めません。一緒に
戦ってくれますか、タイガ君。 He quietly looks at me with unblinking eyes. Yeah, we can't give up for self's sake either. We have to survive. もちろんだ。絶対に最後まで諦めるんじゃないぞ、ベリオ。はい。 She smiles. The smiles of her makes courage well up inside me. お願い、タイガ君。私に勇気を分けてくださいませんか。 Very quietly leans in close to me and closes her eyes. 勇気を分けてもらうのは俺の方さ。 I lean down and press my lips into hers. 大好きです、タイガ君。 When our lips separate, Vera whispers a soft sigh. The words sink into my heart. Vera said that she loves me. My chest tightens in emotion, and I hold her hand tightly. ベリオ、俺が守ってやるよ、絶対に。タイガ君。 We nod at each other, summon our Aether relics, and prepare to fight. The enemy forces are the size of bugs now, but we can see them clearly. I will protect her, no matter what. And after I do, we'll go home together. 来ました、タイガ君。なんだ、素通りかよ。どうしたベリオ。ダーリンミッケですの。ご無事でござったか、師匠。お兄ちゃん、ベリオさん、大丈夫？お前らどうしてここに。無限召喚人の破壊はオートからでも確認できました。敵が混乱したチャンスをついて王国軍が大反撃に転じたのよ。そうか、それじゃ俺たち。タイガ君、私たち助かったみたいですね。うわ、ダーリンとベリオちゃん、とっても視線が熱いですの。ちょっとあんたら、まだ戦闘は終わってないのよ。ベタベタするのはまだ早いって。あ、ごめんリリー。よし、こうなったら弔い合戦だ。破滅の連中を切って切りまくってやるぞ。おうでござるよ。 Oh, we're going in! Oh, we're going in! Thanks, who are we taking? Barriers coming along for the ride. Kaide, you coming? We've had Kaide and Barrier. Mia, do you want to join in? Let's go. Oh, coming from everywhere. There's too much stuff going on. Oh. They just keep coming.
I'm gonna get back to these dudes. Oh, shiz! Okay. Wow! I'm getting fried. We gotta take care of this dude first. So, stick my axe up your rear. I will bonk you. Oh, I will. Oh no, bonk you. I wanna bonk him. Oh, there goes the Chimera. We ain't seen shit though. Yay! We catch our breath and look around. There's no sign of the enemy anywhere. The Royal Army is establishing a line and preparing to give chase. この様子では戦の勝敗は決したようでござるな。じゃあこれでやっと戦いが終わるのね。Everybody relaxes all at once. It's probably safe to leave the rest to our allies. We stay where we are and watch the Royal Army begin its attack. ご苦労様、お兄ちゃんベリオさん。よく戻ってきてくれたね。お前らこそありがとう。九死に一生を得た気分だよ。しかし、どうしてこんなに早く私たちの居場所が分かったのですか？リリーさんのおかげです。ちょっと、リコ！魔法陣破壊を見て、リリーさんがすぐに学園長に掛け合って、それで出撃許可をいただいたのです。リリーが学園長へ掛け合ってくれたって。リリーちゃんすごく必死で学園長さんびっくりしてましたの。ちょっとナナシ、余計なことは言わなくていいから。ありがとうリリー、おかげで助かったよ。私はただあんたとベリオじゃボロボロになっていない方が不思議だから急がなきゃって思って。しかし本当にご苦労でござった。師匠とベリオ殿はさしずめ旧国の英雄といったところでござるな。そんな英雄なんて。それに頑張ったのは私たちだけじゃありませんし。そうだな。任務に成功したのはセルってセルビウムボルトのこと？セルビウムさんがどうかしたのMia asks in curiosity. I don't know what to say. だな。I glance at Berio, but her eyes are down and she can't say anything either. まあ、詳しい話は後にして、とりあえずオートに戻りましょう。Lily butts into the conversation, but I think she guessed it from how we're acting. そうでござる。師匠たちには休息が必要でござるよ。そうだな。ほっとしたらどっと疲れが湧いてきたよ。そうですね。考えてみれば私たち魔法陣からずっと走りっぱなしでしたものね。Berio weakly smiles at me. 早く寮に戻ってぐっすりとベッドで休みたいところだよな。ええ、そうですね。私もです。Berio suddenly turns red and looks up at me while touching my sleeve. Why is she blushing? After thinking for a moment, I remember a promise that she made with me while we were out there. ええ、大河君が望む
He nods deeply and bashfully. I knew it. Virio, she's gonna keep the promise she made to me. She hasn't forgotten it at all. Hasn't forgotten it at all. こりゃ早く寮に戻らないと。バカ、そういうのはせめて人がいないところでやってなさいってば。いってって何も叩かなくても。師匠もベリオ殿も疲れた時はぐっすりと休むことが肝要でござる。激しい運動などは禁物でござるよ。How does everyone know? ごめんなさい。でも私激しい運動なんて。続きは学園に戻ってからにしませんか？いや、続けなくてもいいけど。We begin walking back, with the entire group squawking noisily around us. Right now, the craziness of fighting for our lives just a few minutes ago feels like a distant illusion. This is because of our friends welcoming us, or is it just because we're used to fighting? Nanako suddenly stops just ahead of us. ナナシさん、どうしたの？ Nanako doesn't answer. She stares off into the horizon in a daze. ダメですの。それを使っちゃいけないですの。おい、どうしたんだよ。一体何が。It's not strange for her to space out, but I've got a real bad feeling about this time. まさか、この反応は。 Riko's the next to let out a shocked gasp. The horizon suddenly erupts in a blinding light. 何をあれ。 The light blasts past us and knocks us flat. The blinding light engulfs the ground, the trees, the soldiers, all then disappear into it. And it swallows us too, all in less than a second. Someone clasps my hand within the blinding glare. It has to be Berio. I have to protect her. I have to protect everyone. But how am I supposed to protect them from this? Hot air rushes over our heads with a deafening roar. All of my senses are cut off. Mind fades away. All I can feel are Berio's hands and Traitor. I hold onto her hand with Traitor with all my strength. I promised that I'd protect you. I'd never let you go, no matter what. I'll never let you go. Never. Chapter 11, Endless War, End. Alright guys, we're gonna stop it there. That was a pretty good chapter. And there's no sexy scene. So, I hope you enjoyed this episode of Duel Saver Justice. And as the game says, see you again. And I will see you guys later. Hope you are enjoying this. And we will play this again later, next time. But yeah, I am out guys for now. It is 5:26 in the morning. Even though this clock, oh, you can't see the clock anyways. Alright, adios, I'm out.